気づきましたか？最終章に突入です。ラブライブスーパースター3期の9話を見ました。前回の動画では不満期にリエラとトマカノオテの合流会を語りましたが、それは見えている着地の描き方が平凡だったことへの不満なので、合流後のエピソードにその不満を持ち込まず見ることはできました。むしろいよいよリエラの物語を終わらせに来たなと感じさせる点を多々感じさせる演出や意図を感じたので、今回はそれをお話しします。今回はそれまでリエラを勝つべき相手として意識していたマルガレーテをリエラの面々、主に2年生たちがどう受け入れていくのか、チームの中に入っていくマルガレーテはどう馴染んでいくのかが焦点となるお話でした。あの手この手をマルガレーテに仕掛けてもうまくいかない。だったら一番ニュートラルにリエラを評価できるマルガレーテにラブライブ地区大会でのフォーメーションと歌い役を決めてもらうことになったのですが、一段を取ってついていけない夏美ときなこにダメだし、しょうがないとはいえ一時険悪な雰囲気になりましたが、ダメを出された2人からの要望に応え、マルガレーテ含めた3人で特訓。スクールアイドルは心を一つにするのが大事と気づき学んだマルガレーテ。名実ともに真のリエラメンバーとなった彼女は、最初で最後の11人でのラブライブ優勝を目指すことを宣言します。今回のライブは OP 曲でもあるレッツ B1 が使用され、ダンスもほぼ OP 映像に準ずる形となっていましたね。泊まりは前回8話にて、今回はマルガレーテのお当番会ということで、メンバー加入会は全員済んだことになります。良いお話だったという評価ではありますが、やはり気になる点がありました。3年生はほぼ様子見に徹したこと、OP 曲をライブに使ったこと、この2点です。3年生が2年生たちに展開の主導権を預けていることは、この回に限らずで、それは彼女たちの卒業を見据えてのことだと、前々から語られてはいますが、やはり寂しいものを感じさせますね。そして、ついに満を持たして OP 曲がライブに使われたこの意味。それはやはりようやくリエラが3世代11人のフルメンバーになった。第3期の物語がここから本格的に始まるし、終わりに向かい始めている。いわゆる最終章の幕開けを暗示させる演出なのではないかと個人的に感じてしまいました。このレッツ B1 の歌詞をご存知の方もいらっしゃると思いますが、誰かと心がつながること、たとえ時が過ぎ去ってもずっと一つ。そういうメッセージのある曲だと2ワイプ破解釈しているのですが、今回のマルガレーテが心を一つにする大切さに気づいたことにもつながりますし、同じ目標を持ってつながった仲間11人による最初で最後のラブライブに向かう。その切なさも歌い上げてますよね。ここから本当に盛り上げていくぞ。そんな制作陣からのメッセージを勝手に受け取って、目頭が熱くなる回だと思いました。本当に良かった。今回は以上となります。感想、あるいは補足などありましたら、どしどし遠慮せずコメントしちゃってください。チャンネル登録、高評価もしていただけたら、めちゃくちゃやる気が上がるのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。8話に同じく不満を感じる人が多かったのか、反応が多くて正直ビビりました。チャンネル登録もお願いします。